お姉ちゃん、いつになったら結婚するの？いつまでも家に引きこもってたら彼氏できないよ。妹のななみは昔から私と張り合ってきて、何でも私に勝たないと気が済まない性格でした。学校の成績でも部活動でも私に勝とうとしてくるので、正直めんどくさいと思うこともありました。その性格は大人になっても変わることはなく、ななみが私より先に結婚したことに対しては特にマウントを取ってきました。お姉ちゃんももっとおしゃれに気を使わないと結婚できないよ。そう言ってよく私のことをバカにしていました。私は昔から兄弟の勝ち負けには全然興味がなかったので、ほとんど相手にしていなかったのですが、さすがに許せない事件が起きてしまいました。私の名前は久美。フリーランスでウェブデザイナーをしている31歳です。もともとはずっと工場で働いていました。高校を卒業してから特にやりたいこともなかったので、とりあえず就職しようと思ったのですが、工場勤務は夜勤が多く、休みも少なくて私にはあまり合っていませんでした。そんなある日、ウェブデザイナーという仕事があることを知りました。このまま何も挑戦しないで終わってしまうのはもったいないと思った私は、思い切って仕事を辞めてデザイナーのスクールに通うことにしました。それから数年ウェブデザイナーの会社に勤めた後、フリーランスとして独立することに成功しました。今は自分の好きな時に好きな場所で仕事ができるので、毎日充実した日々が送れるようになりました。ここ最近では年収もだいぶ上がってきて、会社に勤めていた時の倍近くにまで増えていました。ここまで頑張ってこれたのは両親のおかげもありました。そんな二人に恩返しをしたいと思い、私は家をプレゼントすることにしました。実家も古くなってきているし、思い切ってタワマンの綺麗な家を買うことにしました。両親はまさか本当に家をプレゼントされるとは思ってもみなかったようで、泣いて喜んでくれました。今は両親と3人でタワマンに引っ越し、毎日平穏な日々を過ごしています。私たちがタワマンに引っ越したことを聞きつけたななみと旦那さんの直哉さんは、早速家に遊びに来ました。お姉ちゃんがこんなタワマンに住めるなんてすごいね。昔は工場でただ働いてただけなのに。その言い方には少しトゲがあるような気もしました。どうやら妹夫婦はアパートに住んでいるらしく、タワマンに住んでいる私に負けたと思っているようでした。ウェブデザイナーだっけ？その仕事って稼げるんだね。まあ、最近やっとね。私も始めよっかな。お姉ちゃんでできるなら簡単そう。私がどれだけ努力したのかも知らないで、簡単にそういうななみに少し腹が立ちました。でも相手にするだけ無駄なので、ここは大人の対応をしました。まあ、やってみればいいんじゃない？専業主婦なら時間あるでしょ？お姉ちゃん専業主婦バカにしてるでしょ。家事って結構大変なんだからね。いつもお母さんにやってもらってるからわからないだろうけど。私だってお母さんの手伝いはしているし、家事の大変さだって分かっています。それなのに、ななみはわざと嫌味っぽく言ってきました。私がタワマンに住んでいるのが相当悔しいようでした。お酒も入っているせいか、その後もななみの嫌味は止まらず、最後はお父さんに怒られていました。ななみ、さっきから言い方がきつくないか。久美は一生懸命頑張ったから今があるんだぞ。お父さんいいから、私は平気。せっかく家族揃っての夕飯だったし、直哉さんもいたので、喧嘩になる前に私が止めに入りました。
お父さんもななみも少し飲みすぎよ。もうそろそろお開きにしましょうか。お母さんも気を利かせてくれたおかげで、なんとか喧嘩にならずに済みました。しかし、お父さんは妹夫婦が帰った後もまだ怒っていました。それにしても、あんな言い方ないよな。久美の苦労も知らないで。お父さんもういいから、私は気にしてないよ。私がそう言ってなだめると、お父さんはようやく落ち着きました。それから数ヶ月後、直哉さんの勤めていた会社が突然倒産したらしく、しばらくの間家に泊まらせてほしいとななみからお願いされました。部屋もいくつか余っていることだし、直哉さんが再就職できるまでの間くらいならと思い、同居を許しました。ごめんね、お姉ちゃん急に押しかけてきちゃって。いや、全然大丈夫だよ。直哉は国立大学出てるから、すぐに次の仕事も見つかるはず。それまでの間、お願いね。わかったよ。この間はあれだけ嫌味を言っていたくせに、困ると真っ先に私のことを頼ってくるところが少し厚かましいなと思いました。でもすぐに出ていくとのことだったので、仕方なく同居を許すことにしました。しかし、いつになっても家を出ていかないで、二人は徐々に自分の家のようにくつろぎ始めました。直哉さんの仕事に関しては、私も両親も心配をしていました。すぐに見つかるようなことを言っていたのに、もう3ヶ月も経っています。直哉さん、仕事見つかりそう？私がななみにそう聞いても、ななみは全く焦っていないようで。すぐ見つかるって、お姉ちゃんと違って大学出てるんだから。そう言って全く取り合ってくれませんでした。それどころか、両親のいないところでは私に嫌味まで言ってくるようになりました。直哉の心配より自分の心配したら？それどういう意味？お姉ちゃんもう30歳だよね。結婚の方は大丈夫そう？私と違ってお姉ちゃんは顔がいまいちなのに、その上30代なんて誰ももらってくれないよ。ななみは言いたい放題でした。ななみに心配してもらう必要はないけど。お姉ちゃんの方こそ焦った方がいいんじゃない？直哉は大丈夫だから安心して。はいはい。腹が立ったけど、ムキになって言い返したら、ななみの思うツボなので我慢しました。最近では、直哉さんまで私に嫌味を言ってくるようになりました。なかなか仕事が見つからなくて焦っているのか、私に当たっているようにも思いました。お姉さんって高卒なんですよね。そうだけど、それがどうしたの？高卒で独立なんて勇気あるなーって思って。なんで？もし稼げなくなったらどうするんですか？高卒なんて再就職大変そうですし。そうかな？そうですよ。お姉さんは今だけだと思いますよ。まあ僕は大卒ですし、再就職も余裕ですけど。まだ再就職もできていないくせに。学歴でマウントを取ってくる直哉さんには腹が立ちました。学歴が大切な時もあるかもしれないけど、決して学歴だけではないと思います。私も最初は大卒じゃなきゃ独立は厳しいのかなと心が折れかけていた時もありました。それでも勉強は何歳からだってできるし、自分の努力次第でどうにでもなると思います。そこに学歴なんて関係ありません。それなのに直哉さんは私が高卒だということをずっとバカにしてきました。その後も嫌味がなくなることはありませんでした。それどころか、ななみは家事を全く手伝わなくなり、私とお母さんに任せっきりでした。自分は部屋でずっとゴロゴロしていたり、ショッピングに出かけたりもしていました。
直哉さんも最近は仕事を探していないようでした。それどころか家でくつろぎだらだらと生活をしています。両親のいないところでは作ってもらった料理に対して今日のご飯味薄くなかった？とななみに愚痴ったりもしていました。このままずるずると二人の居候を許して今後も私が養っていくことだけは絶対に避けたかったです。ななみ、いつまで居候するつもりなの？直哉さんの仕事が見つからないならななみも働いたら？さすがの私も我慢できなかったので強めの口調で二人に向かってそう言いました。するとななみはもうじき見つかるから大丈夫だって。こっちも見ずに適当な返事をしました。その態度にさらに私も怒りが増しました。もうじきってそんなこと言ってもう半年近く経ってるよね。直哉さん、仕事は見つかりそうなの？内定もらえそうなところがありますよ。大手企業なんでお姉さんより給料いいと思います。それ本当なの？直哉さんはあからさまな嘘までついてきました。そんなことよりお姉ちゃんって今後稼げなくなるかもしれないんだよね。ななみは急に話をそらしてきました。ちょっと話をそらさないで。もしそんなことになったらこの家も売らなきゃだよね。調子乗ってこんな家買うんだもん。何が言いたいの？だからこの家を私たちにちょうだい。直哉なら大卒だし収入も安定するはずだよ。僕たちに任せてもらえればこの家売らずに済みますよ。どこまで本気で言っているのかはわからないけど、二人は意味のわからないことを言い出しました。ちょっと何言ってるかわかってるの？直哉さんなんてまだ働いてもいないじゃん。これからもっといいところに就職するはずだから大丈夫って何回も言ってるよね。それにいい機会だからお姉ちゃんは一人暮らししなよ。は？いつまでも親と一緒に暮らしてるから出会いないんだよ。お母さんたちのことは私たちに任せて。ちょっといい加減にしてよ。ここは私の家なんだけど。どうやら二人は私のことを追い出し、このタワマンを自分たちのものにしようと企んでいるようでした。嫌味は言うし、家事は手伝わない。仕事が見つかる間だけと言いつつも、この家を乗っ取ろうとするなんて、許せませんでした。今まで困っているんだからと思って多めに見てあげていましたが、さすがにこれ以上は一緒に住むことはできません。私は妹夫婦をこの家から追い出すことにしました。そのことを両親に報告すると、実は先月くらいから2人を追い出した方がいいんじゃないかって母さんと話してたんだよ。でもそれを決めるのは久美だからずっと黙っていたんだけど。両親も気持ちは私と一緒のようでした。その日の夜、ななみと直哉さんを呼び出し、家族会議を開くことになりました。みんな揃ってどうしたの？話って何？二人にはこの家を出て行ってもらうことにしたから。は？お姉ちゃん急に何言い出すの？もう私も限界だし、お母さんたちも限界だってさ。限界って何？急にそんなこと言われても困るよ。今すぐは無理だろうから1ヶ月あげるよ。今日から1ヶ月の間に出て行ってもらうから。それだって急な話だよ。ななみはまさか出て行けなんて言われるとは思っていなかったようで、取り乱して焦っていました。直哉さん、仕事は見つかったの？私が直哉さんにそう聞くと、うつむいて、まだです。小さい声でそうつぶやきました。これから見つかるって。もう半年経ったけど、それに居候させてあげてるのに
ななみは家事も手伝わないし、最近は二人とも私に嫌味言ってくるよね。嫌味？その言葉にお父さんが反応しました。私が嫌味を言われていたことは誰にも言っていなかったので、両親は相当驚いたと思います。二人とも、クミに向かって嫌味なんか言ったのか？いや、それは。直哉さんはとても言いづらそうにしていて、額には汗をかいていました。お父さん違うの。嫌味っていうかアドバイスだよ。お前たちがクミに何をアドバイスできるって言うんだ？お父さんの声は徐々に怖くなっていきました。普段は優しいのでめったに怒らないのですが、お父さんが怒った時はこっちまで怖くなるほどでした。アドバイスというか。お父さんの圧力におじけづいたのか、ななみの声は小さくなっていきました。ななみに代わって私がお父さんに説明しました。高卒だから将来不安だとか、結婚するために一人暮らしした方がいいってアドバイスしてくれたんだよね。はあ？そんなことを言ったのか？お父さんは完全にブチギレていました。いい加減にしろよ。高卒だから不安？一人暮らしした方がいい？お前がそんなこと言える立場か？ななみは下を向いたまま黙っていました。この際だから言わせてもらうけどな。大卒のくせになぜ仕事が見つからないんだ？直哉さんが見つからないなら、ななみが就職したらどうだ？お前だって大卒だろ。お父さんの言葉に、ななみと直哉さんはぐうの音も出ないようでした。クミ、1ヶ月なんて甘すぎる。今すぐ出て行ってもらうぞ。二人とも荷物まとめなさい。そんな今すぐには無理だよ。行く場所もないし。ななみは半べそをかきながらお父さんに泣きつきました。そんなの知らん。出て行けと言ったら出て行け。お母さん、お父さんに何とか言ってよ。今度はお母さんに泣きつきました。私もお父さんと同じ気持ちよ。いつもはお父さんが怒った時、最後はお母さんが味方してくるのに、今回ばかりはさすがのお母さんも味方してくれませんでした。そんな。確かにお父さんの言う通りだね。1ヶ月は甘すぎた。今すぐ出て行ってくれる？お姉ちゃんまで。直哉さんは泣き崩れるななみを支えながら荷物をまとめ、すいませんでした。最後にそう言い残し、二人は出て行きました。正直、ななみさんと直哉さんのことがストレスで、この数ヶ月は思うように仕事ができていませんでした。お父さんのおかげもあり、二人にはようやく出て行ってもらうことができて、やっと一安心しました。それから1ヶ月後、ななみが突然家にやってきました。何の用？実は直哉さんと離婚したの。ななみの話によると、私たちの家から追い出された後、義実家へ行くことになったそうです。直哉さんの両親は相当厳しい人らしく、今までの経緯を話すと激怒したようでした。それでも行く場所がないので、何度も頼み込むと仕方ないからと言って同居を許してくれたそうです。それから毎日、直哉さんは仕事を探しに行き、ななみは毎日家事を手伝ったんだとか。それから何週間経っても、直哉さんの仕事は見つからなかったそうです。大学を出たからといっても、大した資格は持っていないし、会社にいた時も言われたことだけをやっていただけで、実績と呼べるものは何一つなかったそうです。それでも仕事を選ばなければたくさんあるのに、直哉さんのプライドがそれを許さなかったみたいです。
以前と同じような会社、もしくはそれ以上の会社を探していたそうです。それにようやく気づいた七海は、ついに離婚を切り出したんだとか。あんなプライドの高いやつだったとは思わなかったの。仕事が見つからないんじゃなくて、自分で選んでただけなんだよ。最低じ確かに選んでいた直哉さんも悪いとは思うけど、直哉の方がお姉ちゃんより絶対稼ぐから、なんてプレッシャーをかけた七海も悪いと思いました。直哉さんが今までより収入の低いところに就職したら、七海が何て言うかわかりません。そういうことだから、これからは私もみんなと一緒に暮らすね。よろしく。それは無理だよ。え？もう七海とは一緒に暮らせないって言ったよね。お父さんもお母さんもそう思ってるよ。でも離婚したんだよ。この間とは違うから。そういう問題じゃない。あなたの性格が我慢できないって言ってるの。もう二度とうちに来ないで。それから、もう困っても連絡もしてこないでね。ちょっと、私働いてないの分かってる？どうしろっていうの？そういえば、あなた大卒でしょ？高卒の私より稼げるんだよね。なら、何の問題もないでしょ。私はそう言って、七海を家から追い出しました。七海は子供みたいに泣きながら、そんなこと言わないで。お願いだから許してよ。ちゃんと言うことも聞くし、手伝いもするから。と言っていましたが、無理やり玄関から追い出し、家の鍵を閉めると諦めて帰っていきました。その後、噂によると七海はスーパーで働いて一人暮らしをしているそうです。何をしても私には勝てないと気づいた七海は諦めて質素な暮らしをしているみたいです。一方、いつまで経ってもプライドが捨てられず就職しなかった直哉さんは両親から家を追い出されたようです。今はどこで何をしていることやら。私はというと先日ついに結婚しました。相手は仕事の関係で知り合った人で、実はもう数年前からお付き合いをしていました。結構前から結婚も考えていたし、両親にも合わせていました。そのことを全く知らなかったのは七海だけでした。今は私の家で旦那と両親と4人で幸せに暮らしています。